皆さん、こんにちは。天文少女 V、花田さとみです。今日はね、さとみが撮影した画像を、いろんな望遠鏡で撮影した同じ天体の画像を見て、比較してみるよ。でも見てる方、ありがとうございます。今日も見てくれる方、ありがとうございます。今日比較するのは、M31 と M33 と NGC891 を比べるよ。比べる鏡頭は、スカイウォッチャーのエオスター 150ED、高橋の DOA-150B、リクセンの VMC260L の3つだよ。VMC260L だけ屈折反射だね。あとの2つは屈折だよ。じゃあまず M31 出します。はい。さとみが半分だけ見えてるよ。これはエオスター150で ED で撮った M31 だよ。この時ちょっとピントが甘かったよね。でもまあ暗黒体まで綺麗に映ってる。値段の割には頑張ってるかなーって思ったよ。次が、これが高橋 TOA150B。さすが高橋だね。周辺まで製造はフラットになってるよ。板銀河も綺麗に描出されていて、暗黒体も細かいところまで描出されてるよ。次が VMC260L による M31 だよ。焦点距離が長い分、どうしても拡大されちゃって、板銀河が映っているギリギリいっぱいの画角になっちゃったよ。角が飽和している割には、腕の描出が弱いのが特徴かな。まあ撮影条件が違うから違いには言えないけれど、やっぱり高橋が一番綺麗だなと思うね。でもスカイウォッチャーも値段の割には検討してるなと思うよ。ちなみに定価だと、スカイウォッチャーのエオスター 150ED は45万円。この高橋の TOA150B はなんと160万もするんだよ。それないとおかしいよね。で、このビクセンの VMC260L は57万くらいだったかな。でも反射だからね、ちょっと屈折とは雰囲気が違う感じだね。もうちょっと ISO を下げて、露光時間を短めにしたら、綺麗になるかもしれないよ。じゃあ次、M33 いきまーす。M33 は、一番左側が、ウェブスター 150ED で、まあ映ってるけど、ちょっと外側の暗い淡い角の描出が弱いかなーって感じだよね。真ん中ちょっと縦長で狭くなっちゃったけど、高橋 TOA150B の M33 さすがに腕の広がりを捉えていて、製造も綺麗だし、よく撮れてるなぁと思うよ。一番右側は、リクセンの VMC260L だけど、やっぱり口径が大きいから、外側の淡い腕まで映ってるなぁと思うね。ただ、周辺原稿が強いのは、まあ、この望遠鏡の弱点かなぁと思うよ。高橋は四隅まで綺麗に映像が映ってるけど、これだとフラットナーを使わないと、周辺の
星が暗くて消えちゃうね。ただまあ、この5つを見比べても、やっぱり高橋の描出力、クオリティの高さっていうのは、突出してるなーって、さとみは思ったよ。はい、次行くよ。次は、ちょっとマニアックな天体行くよ。NGC891 だよ。さとみが見えなくなっちゃった。ちょっと避けるね。これは、一番左は、スカイウォッチャーのエボスター 150ED で、中央の暗黒体がギリギリ見えてるっていう感じだよね。で、真ん中が高橋の TOA150B で、暗黒体くっきり描写されてるね。やっぱり、生存の綺麗さはさすが高橋だなと思うね。で、一番右は、さとみが消えちゃった。こうやって、こうすればさとみが現れるよ。あ、ロゴに隠れちゃった。まあ、しょうがないよね。これが、ディクセル VMC260L による NGC891 だよ。暗黒体と暗いエッジの部分の描写が、やっぱり高低差の分だけ、高橋の150に比べて大きく映ってるなと思うし、真ん中の暗黒体も結構細部まで描写されてるなって思ったよ。これ3つ見比べてみてどうかな。各教頭の差はよくわかると思うよ。ただ、スカイウォッチャーのエボスター 150ED を使った時はピントがちょっと甘かったんだよね。この時さとみあんまり上手くなかったから、ピントがずれちゃって、その分、暗黒体の描写が弱くなっちゃったのかなーって感じはするよ。まあ、これを見ると、コスパのスカイウォッチャー、ウェブスター 150ED で、クオリティは高橋の BOA150B で、後継はやっぱりリクセンの VMC260L じゃないかなと思ったよ。じゃあこれ、どうしますね。また今元の位置に戻るよ。で、この3つの共闘を見たさとみの感想としては、大きい対象物、例えば M31 や M33 みたいなのは、高橋の TOA150B に軍配が上がるけど、NGC891 みたいな小さい対象物、銀河とか惑星上星雲とかだったらきっと VMC260L みたいな大口径の反射の方が有利なんじゃないかなーって思ったよ。なんか天文関係者じゃないとちょっと難しい話になっちゃったかな。天文正直ってよく分かんなかったよ。なんかまあ撮ってみた感じ、こんな感じだったっていう感じだよ。撮影状況も違うしね。撮影場所も違うしね。VMC260L だけ撮影地は筑波山だよ。あとの2つは花立山で撮影したよ。しかも画像処理とかスタックとか全然やってないから全部取って出しだよ。何の加工もしてないよ。まあだから比較しやすいっていうのもあるかもしれないけどね。というわけで3つの共闘を見比べてみました。どうだったですか？
それは違いが分かって、とても勉強になったよ。最近、アスカの185アポが届いたから、また企画配信をしてみようかなと思うよ。じゃあ、さとみでした。また会おうね。バイバイ。チャンネル登録、もしよかったらお願いします。